皆さんこんにちは。メイクアップアーティスト美容クリエイターのギテです。今日はですね、僕の普段やっているスキンケアと、あと今日メイクもしていこうと思うんですけど、今日はブランドのパーティーとかイベントに行く時のちょっと特別なパーティールックなメイクを披露していこうと思います。なので今日はグルーガンを使ってメイクをしていこうと思っているので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思っております。まず僕は洗顔終わったら顔に水がついた状態のまま、こちらのオードムーゲ薬用ローション拭き取り化粧水を普段使っておりまして、これもすごく使用感も良くって、これもなんか使い始めてからニキビが減ったので、そしたら次はこちらのモイストシャインミスト、デカラカの商品ですね。これを使っていきます。結構たっぷりめに、ほら見えます？この粒子の細かさ、もう本当に一瞬で顔の毛穴からバッて入ってくれるのですごい良くて、メイク前にこのシャインミストでまず幹細胞だったりとか、そういう美容成分を仕込んでからメイクをするようにしております。で、お次ですね、エスティローダーのローションを使っていきます。最近夏になってきて暑くなってきたので、あんまり乾燥がひどくならなくなってきたので、結構さっぱりするものだったりとか、あと僕結構顔に熱を持っちゃうことが多いので、顔の熱を冷ますようなサラサラタイプの化粧水なんですけど、はい、そしたらこちらの MAC のハイパーレアルセラマイザーを使っていきます。セラムだから美容液になるんですけど、クリーム塗ったかなぐらいすごくトロトロしていて、なんかテクスチャーもすごく気に入ってますし、使い始めてからね、結構気に入ってずっと使ってますね。メイクでも良くなりましたし、肌荒れとかもしなくなったので、すごくおすすめなスキンケアになります。こちらで一応メイク前のスキンケアは終了になるので、メイクをしていこうと思います。まずカラコンはもうつけてある状態で、パーティールックってことで結構派手なメイクをしていこうと思っているので、ブルーのカラコンをつけております。では早速始めていこうと思うんですが、こちらの韓国のガルバというメーカーのファーストスプレーセラムを使っていきます。オイルと化粧水が2層になっているタイプのやつで、こうやって振ってから結構またしっかりと、このオイルがまたね、いい感じに保湿をしてくれて、すごくテクスチャー気に入ってるんですよね。で、もう一つこちらのゲランのパリエルゴールドセッティングミストを使っていきます。ミストめっちゃ使うなって思いましたよね、絶対。手が汚れないので。で、このゲランのミストを何で使うかっていうと、もちろんその保湿的なスキンケア効果もあるんですけど、これ香りが本当によくって、これをまず振って自分の気持ちを香りで高めてからメイクをいつもするようにしております。で、お次こちらですね。同じくゲランのパリエルゴールド 24K プライマー。こちらメイクアップベースになります。やっぱね、メイク中もスキンケアをしつつ、顔をね、どんどんと綺麗に美しく仕上げていくのが僕のポイントではありますね。お次ですね、こちらのラロッシュポゼ UV レアプロテクショントーンアップローズ。これのいいところは紫外線防御力があるので、日焼け止めぐらいの効果がちゃんとありつつ、ちゃんと下地としても機能性がすごく高いので、これを僕普段使っていて、本当に美しく肌を見せてくれる優秀な下地です。はい、塗っていきました。で、お次はこちらのプリマヴィスタの皮脂崩れ防止下地使っていきます。僕の場合本当にこのおでこと鼻がすごく皮脂が出るタイプで、ほっぺと顎は乾燥するタイプなので、部分的にこれを使っていくんですけど、これも振ってから使います。ほんと少量出してあげて、アイラインとかよれちゃう人いると思うんですけど、こういう皮脂崩れ系の下地をこのね、まぶたとか目頭とか崩れやすいところにのっけてあげると、それもね、崩れにくくなるので、すごくおすすめですね。はい、こんな感じです。で、もう一つ下地を使うんですが、こちらのビムビューティーのキープコンフィデンスプライマーを使っていきます。お友達が出してるブランドなんですけど、本当に使う使わないって全然崩れ方が違うので、本当におすすめで、これも少量出してあげて、さっき塗った場所の上から重ねるように塗っていきます。なんかコロナ期間中とかで
マスクはするけどメイク直しをしたくないっていうのが絶対条件だったんですよ。コスメを持ち歩きたくなかったので、もうどうやったら崩れないメイクになるのかなっていうのを研究していた結果、今のベースメイク法にたどり着いたって感じなんですけど、メイクを落とさないまま寝てしまったことが昔あったんですけど、ご飯食べ行ってお酒飲んだりして朝起きても変わらずそのままの顔だったので、これはすごいメイクだと思って、そこからずっとそのベースメイク法を使ってます。はい、そして次、やっとファンデーションを塗っていこうと思うんですけど、最近よく気に入って使ってるのがこちらの NARS のソフトマットコンプリートファンデーションです。ファンデーションも、時期によって変えたりはするんですけど、最近はもうこの NARS のファンデがもうとにかく良くて、全部隠せるぐらいの圧倒的なカバー力。これをこんな感じですね。そしたら濡れているスポンジで叩いていきます。最後残っているファンデーションでまぶたをつけるぐらいが一番ちょうどいいです。はい、こんな感じでフルカバーしていきました。めちゃくちゃ仕上がりが綺麗なのかわかると思うんですけど、はい、コンシーラーをしていきます。僕の中でコンシーラーっていうものは陰影を作るために僕はしているので、ハイライトエリアにこれを塗っていって、そこを明るくしたい時に使うようにしてます。使っていくのが NARS のコンシーラーの一番明るいカラーをいつも使ってます。まずおでこの真ん中を丸く見せたいので、ここ顎出したい、口角上げたい、リフトアップしたいの位置に置いてます。でまたこのスポンジで伸ばしていきます。はい、こんな感じでコンシーラー伸ばし終わりました。僕はツヤ感が欲しくないなと思うタイプなので、より透気肌にするためにこちらの MAC のモイスチャーファンデーションの NC20 番を使っていきます。本当に一番大事なプロセスです。これはこれブラシに取って使うんですけど、僕はおでこから始めていきます。このファンデーションの好きなところは、もちろん崩れにくいんですけど、そもそも崩れたとしても崩れ方がすごく綺麗で、リキッドファンデーション塗りたてぐらいのツヤ肌っぽく仕上がってくれるのが好きなところと、あとはカバー力ですね。はい、こんな感じでもう透気肌が仕上がりました。で今パウダーファンデーションをしていったんですが、さらにパウダーを使います。エクセルのエクストラリッチパウダーのピーチグローを使います。ちょっとパールが入ってるおかげで、今のこの 100% マットな肌がちょっとなんか人間味を増すんですよ。このまま払わずにシェーディングを今度していきます。トゥークールフォースクールのアートクラストバイロダンというシェーディングを使っていきます。こちらの3色のうちの濃いカラーと中間のカラー2色を混ぜていつも使うようにしてます。でシェーディング僕すごく大事にしてるんですけど、目尻から眉毛の間、ここですね、こういう風にブラシを入れてシェーディングをよくしてて、そうするとおでこの形が結構こうって変わって見えるのでシェーディングをしてます。でお次ノーズシャドウをしていきます。同じカラーを使っていきます。できるだけ細く、この三角形のエリアを割と全面的に塗っちゃいます。はい、一旦こんな感じでシェーディングが終わりました。そうしたらさっきのこの余分なパウダーと一緒に何もついてないこのブラシで払っていきます。こんな感じで顔のベースが完成しました。でそしたら次アイブロウを描いていきます。眉毛今アートメイクをしてるだけなんですね。毛が一本もないんですよ。僕毛並みを描くという方法を編み出しておりまして、スノーエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX のグレッシュブラウンで描いていきます。なんで下側から描くかっていうと、こう骨が生えてるのでこの下側が影になるんですよ。なので下側から描いてあげると本当に生えてるようにより見える眉毛になると思います。はい、両方とも下
下のライン描いていったら、次は前山から下に下ろして描いていきます。一旦このね輪郭を全部描いてあげて、で前尻から埋めます。はい、こんな感じで下描きがまず完成しました。今僕ね、毛の色がね赤いんですよ。なので眉毛の色が黒くなってると結構違和感が出ちゃうなと思うので、最近僕眉毛も赤くしていて、赤くするためにアイシャドウを使っていきます。こちらのパーフェクトダイアリーというメーカーのアイシャドウを使ってます。キツネですね。紺。配色はこんな感じの配色になってます。眉毛を赤く染めていきます。前頭は薄く、前尻が濃くを意識して塗っていきます。はい、こんな感じで赤くしていきました。次に一番大事な工程である毛並みを描いていきます。こちらの渦のアイオープニングライナーのバーガンディというカラーを使っていきます。これがね、こういう感じの赤いカラーで、だんだんと前頭からこういう風に斜めになっていくイメージで描いてあげると描きやすいかなと思います。で、僕顔のパーツの中で眉毛が一番好きなパーツだったんですよ。4年前ぐらいに眉毛がなくなってしまった時にすごくショックだったんですけど、逆にこうモノマネメイクとかって眉毛を一回消してから新しい眉毛描いたりすると思うんですけど、そういう時に毛並みがない方が隠しやすかったりすると思うので、僕の今の職業としてはすごく便利だなと思う時もすごくあるので、マイナスだなと思うことも自分でこうプラスに変えていければすごくいいかなと思うので、はい、こんな感じで毛並みを描いていきました。はい、そしたら今アイブロウまで終わったので、次アイメイク早速していこうと思うんですけど、最初に紹介したグルーガンを早速使っていきます。もうガチの工業用のグルーガンです。こういうプレートにこのグルーガンでこのパーツを作ってきてます。まずアイシャドウを塗る前に最初にこのパーツをつけていこうかなと思うので、こんな感じのパーツです。はい、だからつけていきます。よいしょ。でピンセットで微調整していきます。こんな感じでまずパーツをつけていきました。お次ですね、こちらのズーシーというメーカーのアイシャドウパレットを使っていきます。今からはもう黒いシャドウで囲っていったりとか、結構アートっぽいメイクになってくるんですけど、やっていきますね。このねフレームに沿って塗っていきます。このパーツを強調するように黒でね囲っていきます。こんな感じで。で、この目頭部分もフレームに沿って塗っていきます。僕もそもそもシルバーがすごく好きで、今ネイルもシルバーにしてるんですけど、やっぱシルバーを使ったメイクって自分らしいなって思ったし、よりこうアーティスティックなメイクに挑戦する時に頭にパッと浮かんだので、このメイクを今日しようと思いました。こんな感じです。こっちも同じようにしていきます。なんかメイクって本当にルールとかないので、自分らしくメイクできるのが一番いいですよね。はい、そしたら次はこのアイホールの中を埋めていくんですけど、今日はですねこちらのジバンシーのシャドウを使います。ここのシルバーを使っていきます。はい、こんな感じでズシのパレットに戻ってあげて、白いカラーがあるんですよ。そのカラーを使っていきます。これを目頭に白からシルバーのグラデーションになるイメージで塗っていきます。こんな感じです。そしたら一旦シャドウは終わりでして、アイライナーを引いていきます。
アイラインこちらのメイベリンのハイパーシャープライナーの漆黒ブラックで引いていきます。今日はもう線で盛るメイクなので、この内側に早速ラインを引いていこうと思うんですけど、このねシルバーのパーツに合わせてキャットアイに引いていきます。ミラー本当にもう鬼ほどシャープに引きたいんで、先にもここから始めちゃいます。ここから始めてあげて、ここにつなげる。で目尻からここにね線を結んであげます。こういう感じです。でこの間を埋めます。一気に印象がだいぶ変わりますね。で目頭も同じようにこのシルバーのパーツに合わせてシャープに引いていきます。でこの目頭から下まつげを避けてラインを引いちゃいます。今回片目こんな感じです。でこっちも同じように引いていきます。はい、両目がライン完成しました。そしたら下まつげも上と同じようにぼかしていきます。黒いシャドウもしくはブラウンのシャドウで、上はこのままでいいんですけど、下結構ねこれぼかさないとチープに見えちゃうので、下はねぼかしてあげるといいと思います。でこのままの勢いで涙袋も描いちゃいます。はい、こんな感じで涙袋線を描いてきました。細いブラシに取ってあげて、さっき上に使ったシルバーのラメを涙袋にものせていきます。では今このラインと涙袋も終わったので、次まつげを描いていくんですけど、描くのはこのメイベリンのハイパーシャープライナーのアッシュアンブラックでいつも描いてます。このアッシュアンブラックってカラーがすごくちょうどよくて、いつも気に入って描いてます。なんだろうな、太くするように支えるようにこう毛を足してあげて、三角形を作るイメージで描いてあげるとうまくできるかなと思いますね。はい、そしたらアイメイクはこれで完成です。次にチークを塗っていきます。こちらです。MAC のパウダーブラッシュメルバを使っていきます。チークは骨格を変えるものです。皆さんここにつけてあげるとすごくリフトアップして見えるんですよ。目の下側ここにつけると可愛くも見えるし、塗る場所によって骨格がすごい違って見えるので、外さないように塗ってほしいですね。で僕のポイントとしては、鼻にいつも僕はチークを塗ってます。あとは唇の上、そして最後リップを塗っていこうと思うんですけど、僕は口がねちっちゃいのが僕すごくコンプレックスで、口を大きく見せたいので、使うカラーはこのさっきのシェーディングでもいいし、なんかブラウン系のシャドウでもいいんですけど、こういう細めなブラシに取ってあげて、上にちょっとね上がった感じで、であとはこのね上唇の上、ここです。ここほら、ここがね唇がめくれ上がって見えるんですよ。あとは下唇の下、そうすると下唇がボリュームある唇にほら見えます。そして使っていくリップなんですが、ルージュボリプテキャンディーグレーズイヴ・サンローランのリップを使っていきます。もう15番ですね。結構今日アイメイクがすごく濃くてインパクトが強いので、逆に口元はベージュっぽいヌーディーな色を使っていこうと思います。すごい艶感が綺麗なリップです。でこの上からさらにちょっとヌーディーさを増していきたいので、このディオールのアディクトリップマキシマイザーの14番シマーマカダミアというカラーを塗っていきます。僕このねマキシマイザーが本当に好きで、家にね6色か7色ぐらいあるんですけど、でカプサイシン入ってるので唇がぷっくりする効果もあるし、
色自体もすごく可愛いので本当に好きで、こんな感じのリップです。めちゃくちゃ可愛い仕上げですね。最初振っていったこちらのゲランのパレルゴールドセッティングミストを全体に振ってからハイライト塗って終わりです。結構たっぷり塗ります。本当に最後の工程でこちらの MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュダブルグリームというハイライトを使っていきます。ダントツです。これが馴染みやすいし、本当にこのハイライト綺麗で、これ僕いつも指で撮ってます。ほら、あんなに粉振ったマット肌がこんなに綺麗なツヤができる。で、鼻先とか鼻筋とかに全面塗ると顎大きく見えちゃうんで、尖らせたい時はちょんちょんちょんって。あとおでこのこの真ん中ですね、ここにくるくるっと指で。はい、という感じで長くやっていきましたが、メイクが完成しました。ではヘアと服も少しだけ切り替えていこうと思います。じゃーん、着替えてきました。今日はね、ちょっと変わったパーティールックってことで、ちょっとキラキラにアクセサリーもしてありまして、ネイルがシルバーなので今日のメイクもすごく相性がいいんじゃないかなと思います。このね、デザインがポイントになってくるので、まとめて仕上げました。はい。楽しくメイクをしていったんですけど、今日ね、このね、グルーガンを使ったメイクってことで、パーティーとかちょっと気分を上げたい時とかにちょっと変わった自分になりたいよって時は華やかなメイクをしてあげてもすごく気分も上がりますし、楽しいかなってすごく思います。僕的には自分のことを自信持って好きになれるメイクが一番いいメイクかなと思うので、ぜひメイクを楽しんでほしいなっていうふうに思います。という感じで今日は僕のパーティールックのメイクを披露していきました。最後までご覧いただきありがとうございました。リテでした。バイバーイ。